皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは日本一周を終えて静岡県富士宮へ移住した寺田夫婦です。こちらの自転車に乗って今回は富士市に行こうと思います。これまでたびたびサイクリングをしてきた私たちですが、日本一周中も全国で何カ所かサイクリングに乗ってきました。通常ロードバイクでサイクリングすることが多かったんですけど、今回はなんと電動自転車ということで快適なサイクリングを楽しんでいきたいと思います。なぜこの自転車を取り入れたかについてはちゃんと後ほど理由を説明しようと思いますので、早速ですが、今富士宮市にあります浅間大社にて撮影しているんですが、朝ごはんを食べてしっかり水分補給をしてから出発したいと思います。本当はもうちょっと朝早くに出発する予定だったんですけれども、結構もう日が昇ってしまい激アツな中のサイクリングとなりますが、いろんな場所は行かないようにして割とコンパクトに行きたいと思います。ゆるりとした動画になるかと思いますが、どうぞ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい。それでは今回もよろしくお願いします。ということで浅間大社をスタートして岩本山公園まで向かいたいと思います。今日夕方から雨の予定なんですよね。その予定がいつ早まるかわかりませんので、雷、雷雨には注意して、あと熱中症予防に塩分タブレットなど食べながら向かいます。この子たちを信じて走りたいと思います。ここから 7.2 キロ。多分ロードバイクの時よりかは安定した走りにはなると思うので、見てる皆さんも見やすいかとは思いますが、お付き合いください。僕はここで大体毎日足を仕事終わりに冷やして過ごしています。暑いけど宮崎よりはマシという感じですか。今日はちょっと風も感じるね。日が良くはなくて今日富士山見えないんですけど、ここ最近ずっと見えないね。朝シルエットが見えるかなぐらい。この間は見えない。僕が乗ってるのは ADO Air20 Pro という網よりも1段階下の中間モデルになるんですけど、アシストモードがエコモード3段階、スポーツモード3段階ということで計6段階で変更することができます。こんな平坦な道だったらもうエコモード1でも全然余裕で走れます。もう普通に軽々しく自転車こいでるような感じですね。これで走ると。もうロードバイクだったら今頃りょうくんと結構な差がついていると思いますが、ちゃんとぴったりとくっついていけます。これで夫婦喧嘩も起きないと信じています。この自転車で2人でサイクリングするのは初めてなので、私の求めているのんびりサイクリング実現できるといいですね。結構富士宮富士市の方ってこういう一般道というか、こういう道路が割と道が狭めだからちょっと危なさはあるけど、走りが安定してるのでその分ちょっと安心感はあるかな。交通量もやっぱだいぶ多いですね。じゃあこの辺から坂がちょっと急になってきたので段階を変えてみようと思います。これでも全然走れるんですけど、エコモード2にしてみます。全然立ちこぎしなくても17キロの速さでずっと走ること。じゃあエコモード3に変えます。もうこれだったら全然平気。スピード変えることなくずっとこのスピードで走ることができます。富士宮は本当に坂がずーっと続いてるような感じなので気持ちがいいね。もうエコモード3だったら余裕です。後輪に電動アシストの方がついてるので、本当に後ろから押してもらってるような富士宮の街が見下ろせますね。ここからお茶畑も見えていいところ。じゃあこの自転車の機能についても少しお話ししておこうと思います。僕が乗っている ADO Air20 Pro の方は自動で2段のギアを変速してくれます。簡単に言うとオートマですね。自転車って普通自分でギアをカチカチカチって変えながら走るマニュアル式がほとんどだと思うんですけど、このプロの自転車は18キロを越したあたりからギアを変速してくれますので、最初は軽いままスタートしてある程度スピードに乗るとギアが上がるということで、自分で変える必要が全くありません。ここから右折します。お茶畑の間をこれから走っていって残り8分2キロで行きます。やっぱり普通の自転車より振動が柔らかい。吸収してくれてるのが分かる。実はこの自転車前にサスペンションがついているので振動を吸収してくれます。ここ直進はちょっとさすがに走ってみるか。涼しい。ちょっと熊怖いなこれ自転車だからこそ走る道って感じやな。ここまで来るとアシストは
十分1でいいですね。すげえ、お茶畑走るのなんか好き。こういう道走るの大好き。ロードバイクの時よりもこういうところ走る時の安心感あるんだけど。ちょっと急な坂が出てきたのでスポーツモードに変更します。これ3にすると、おお、こんなに一気にスピード上がる。すごい、やっぱ。楽ちん。左に曲がります。一時停止です。600メートル先、目的地です。おお。スポーツモードにすると一気にこう、スタートした時の半こぎぐらいでもう一気に進んじゃう。アシストをしてくれるのは24キロまでって決まってるので、それ以上アシストでスピードが上がることはありません。もちろん坂道を下ってれば30キロ近く出ることもありますけど、ロードバイクのように30キロ、40キロスピードが出ることはないと。急な坂が出たので、このままスポーツモード3でいきたいと思いますが、全然余裕なんだよな。坂道を登るときが確実にロードバイクより速いと思います。アミとサイクリングに行っても機嫌を取らずに済むかもしれません。到着しました。お疲れ様でした。到着しました。岩本山公園です。桜の名所とも知られているので、今年の春、友達と一緒にここに来ました。ここの景色も素敵なので、皆さん楽しみにしていてくださいね。ちょっと暑いので、一旦カフェに行きたいと思います。走ってる間は、風が当たってるからいいんだけど、こう動いた後の急な止まるっていう、この、ランニングとかも一緒。めっちゃ暑さが。このカフェ一回来たことあるんですけど、かぐやっていうカフェで、今気づいたんだけど、平日11時からって書いてる。何時 ?10 時11分。まだ開いてない。じゃあ先に歩いた方がいいね。今日はもうめっちゃ汗かくしさ。そうだね。仕事中はさ、お互いそれなりに涼しいからあれだけど。室内での仕事に慣れすぎてね、外に出る機会が減ってる。まだ教員やってる時は運動場の草刈りずーっとしてたから、学校の仕事外ですね。授業以外で。全然平気だったし、昼休みも毎日遊んでたから平気だったけど。先ほどの駐輪場から少し坂を上がると、こういった場所に着きます。これがカフェですね。今日展望カフェみたいな感じで見渡せるんだけど、今日はだいぶガスってるというか、街しか見えない。でも富士市の街を見渡せるので、富士宮と富士市のこう境目が俺らからしたらちょっと分かりにくくて、そうだね、本当に分かりづらい。ここはもうすでに富士市なんですが、ここから見る富士市と海が綺麗なんですが、海全く見えんよ。マジか。ここです。おかしいな。なんも見えない。あそこの白いところ全部綺麗な海なのに。おかしいな。あの橋は綺麗だな。橋？あそこか。富士河楽座の近く。こう思ったら結構登ってきてるはずなんだけどね、多分。いや、この場所も僕ら的にはすごい好きな場所です。景色が夕方とか夜に来たらまた夜景が綺麗でいいんだよ。本当はお花見のイベントやってたの。夜桜の。見に行ってみたかったけど仕事で行けなかったんだけどね。ここ桜もすごい綺麗で、一回桜の時期に来たんだよね。来た。結構富士宮は桜が綺麗に咲いてる場所がいくつかあるから、やっぱり春先はすごいおすすめだよね。富士山も綺麗だし、こういうとこも住んで見えるから2年目だけどまだ春先がおすすめ。あとなんか桜が立派で大きいね。富士山と桜っていう組み合わせが最高にいいっていうか、昔からやっぱ植えてるからなのかな。めっちゃ大きいよね。めっちゃでかいね。なんかその道とかにこう立ち並んでるっていうよりかは一個がボーンって感じ。まさにそう。じゃあちょっと景色楽しんでいただきましょう。栗だ。栗いっぱいなってる。もう秋だ。今ちょっと景色撮影してんだよ。栗はいいから。小鳥の中で一番メジロが好き。でも羽ばたくのは苦手なんでしょ。怖い。目が白いのと緑がめっちゃ可愛い。メジロがちょうど今飛んでいっちゃった。あっち行った。よくはスズメちゃんでしょ。
いや、鳥全部可愛いと思うよ、俺は。ハトポポも可愛いの？ハトポポはちょっと可愛いとは言いづらいと思うけど。可愛いとは言いづらいね、確かに。さっきアメが言ってた栗ってあれね。そう、栗がいっぱいなってる。もう秋だよ、もう秋。でも今の時期からあんなもう青々しくでかいんだね。ね。そう。もうあとは秋になるだけなんですね。正直もう7月終わりですから今。で、あれ栗だよね。栗だよ。すごい量じゃない？だって。あんぐらいやっぱなるんだ。あれゆさゆさしたら全部ボタ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 って落ちるのかな。やんない想像力を広げてみましょう。その時にインスピレーションが湧いてくるんだ。今度はどんな歌を読もうか。これかぐやじゃん。本州中富士市でかぐやのあれ見に行ったじゃん。まあその富士宮が富士かぐやの伝富士説、竹取物語伝説があるからね。市だけじゃないの？それぞれになんかあるみたいだよ。あ、そうだったね。富士宮のキャラクターもかぐやちゃんです。あ、本当だ、確かに。だからそれにちなんでるそう。こちらで昼食にしたいと思います。はい。だいぶ木陰で進んで汗も引きましたので、ちょっと栄養を取りたいと思います。軽めの食事をね。いただきます。いただきます。お腹がなんだかんだ空いたね。パン食べてからまだ言うて2時間ちょっとしか経ってないけど。ビート貝柱のクリームパン。これがデミグラスソースのオムライス。これにドリンクセットにしたので、後からドリンクがやってきます。こういうスタイルのオムライスは、これからオムライスと店じゃなくて食えない。あ、そうだよね。自分では作れない。オムライスってさ、作るのめんどくさいよね、正直。わかる。ソースが美味しい。いや、赤ワインが入ってる。そんな感じがする。レモンは確かにクリーム感っていうよりかトマトの酸味が美味しい。平日だけどお客さん来てるんだね。外れのお客さんがいる。決してはいいと思いますな。普通に山にある公園なのにカフェがあるってめっちゃいい。思ったよりメニューも豊富でカフェにしては映えるなってる。はい、どうぞ。ありがとう。このまま回すね。回します。半分こ。でも半分こはダメ。味見。味見ですか。味見。うん。デミグラスが美味しい。さいい。このパスタ美味しい。これあんまりクリームパスタ好んで食べないっていうか、まあ前食中毒になっちゃったトラウマがあるから食べないんですけど、濃厚すぎなくて逆に美味しいかも。私がまだ看護師をしている時で、りょうくんもまだ教員採用試験に受かってない時だったね。臨時をしている時。よかったね、あの時は。かわいそうだった。この値段だけど、エビとか貝柱が結構入ってる。プリプリなエビだな。うん。食後のドリンク、季節のスパークリング梅です。梅に私の大好きなアメリカンチェリーが乗っている。これはレモネードスカッシュ。梅にしては全く梅感のない澄んだ透明なお飲み物。梅だ。めっちゃレモネード。なんかお水みたいだけどちゃんと梅の味がする。強炭酸で美味しいよ。何チェリーが食べていて。ダメ。本格的な梅の味がしっかりして美味しい。本当だ。ちゃんと自家製シロップなんだろうね。美味しい。しっかりレモンの苦味もあって美味しい。なんだか眠くなってきました。大したことしてないのに。
現実的に言うと3連休明けだから2人とも仕事で疲れたって感じですかね。まあそうです。つかの間のお休み。まあ今から夏休みシーズンですので、我々は身を粉にして働きたいと思います。また違うよね、接客業ってね。まあありがたいことだよ。正直6月とかは閑散期だからさ、5月ゴールデンウィーク明けからはやっぱこの時期に稼がないとっていうのはあるよね。お店のためにもやっぱ。すごいや、昨日も一昨日も頭フル回転させた。私は体をフル回転動かした。やっぱホテルで働いたのは生きてるけど、ホテルほどの忙しさではないけどやっぱ疲れるね。まあでも一番そうだね、ホテルとかの方がやっぱ大変だよね。叱られないからまだいいわ。頭フル回転させて叱られるという。フル回転させても叱られる、どこでも叱られる。一番疲れたわ。で三重の時ね、大変だよね。何でも大変。まあ全てにおいて大変です。休みがない方もいるだろうし、まあ休みは休みでね、家族との時間で忙しい人もいるだろうし。アメリカンチェリーをいつ食べるか迷っちゃう。まだいいや。ちょっと俺が食べてあげようか。君一口だけもらえば。いい。だってりょうくんアメリカンチェリー好きじゃないでしょ。普通。そうでしょ。その普通っていうのがね、失礼アメリカンチェリーに。と私としては、アメリカンチェリー好きとしては、普通なのに一口をかじろうとしているその姿勢がとても認められない。一口で食べてあげようか。アメリカンチェリー好きなのにチェリーが好きです。結局さくらんぼも買わせてくれなかったし。買わせてないとかじゃなくて、まず買うとも言ってないでしょ。俺そんな厳しくない。基本的に俺網には甘いからな。甘いって言うけどさ、そう思う。でもさ、さくらんぼとかも買ってくるとするじゃん。その人は別に普通とかって言いながらちゃんと半分しないといけないんですよ。いや、そんなことないからね。もうなんか俺のイメージをそっちで植え付けようとしてるんだけど結構そうじゃない。このさ、さくらんぼの枝、これ口の中で結べる人、無理な人。結べる人いるよね。無理な人ってかやったこともないけど。嘘。私はやったことないけどやれる人が身近にいた。すごい特技ですね。そう。枝を結ぶってどういう時に生きるのかな。なんか特技を披露してくださいって時に余興出てくる。おおってどう反応したらいいか正直わかんないよ。ではこちらの自転車の外観とちょっとしたパーツについてご紹介しようと思います。はい。グレーの方、さっき自分が乗っていた方は ADO Air 20 Pro です。ほら。で、こちらが最新版の自転車ですね。ADO Air 20 Ultra という自転車になってます。去年までもウルトラって出てたんですけど、今年はさらに2026年度版になって、さらに新しくなったそうです。はい。先にこっちの方から説明しておきますね。はい。なんかランクが上がったってことが分かりやすいので。こちらの自転車、電動アシスト付き自転車になるわけなんですけど、見た目ではあまりわからないほどスタイリッシュな作りになってます。折りたたみ自転車に実はなってまして、2段階で折りたたみすることができるようになります。どこにバッテリーが付いてるかってところなんですけど、普通電動チャリって言われるのはこの辺になんかでっかいのがバーンって乗ってるけど、実はこれサドルがバッテリーになってまして、これ自体がこんな感じでスポット抜けるようになってるので、これがもうバッテリーなので、今外したみたいに外して、家の中に持ち帰って充電することもできるし、直接外に電源がある人とかはコードつないでやることもできるし、それはどちらでもできるみたいなんですけど、もう僕たちはこれごと抜いて家の中で充電するようにしてます。こんな感じではめるんですよ。充電もかなり長持ちだよね、これ。長持ち。だって私1ヶ月乗ったけど、1ヶ月に1遍ぐらいだったよ、毎日乗っても。で、その航続距離が100キロっていう風になっているので、俺たちの場合で1ヶ月近くは持つし、これにこう差し込んだ上でこういうのをつけると、もうこれで自転車についたということになります。あとサドル、これバッテリーだから取られるの怖いなって思うかもしれないけど、ここに鍵がついてるので、ここを押せばもうあとはロックされて、これで普通取り外しできるんだけど、ロックしたので外れなくなりました。めっちゃコンパクトな鍵なので、こんな感じをやつを挿して使うってことですね。電源がここにあって、これをポチッと押すと緑色に光るので、こちらの電源を入れれば使えるようになります。パネルがあって、手元にね、3つボタンがあるんですけど、こう長押しして5秒すると電源がつきます。5秒間ぐらい押すとこうやってつくことになる。アシストなし。1、2、
3。今スポーツモードなので、ここ2回押してプラスを1回押すとエコモードに変わるので、ゼロにもできるんだけど、実際ゼロで走ると結構重い。重い、めっちゃ重い。結構ギア重めからスタートっていう、普通のママチャリよりもやっぱ重いし、俺たちロードバイク乗ってたからよりすごく重く感じやすいから、まあ少なくとも街中走るときは最低でも1からスタートしないと、このバッテリーがなくなってなしで漕ぐのは結構大変かなっていうのは正直思います。近くのドラッグストアにつけないで走ってみたことがあって、重すぎて無理だった。帰り道はやっぱつけて走ったぐらい、かなり重い。エコとスポーツの違いとしては、急勾配が 8% 以上になった時にはスポーツモードを推奨しているらしくて、まあもう富士宮の坂だったらほとんど 1% 以上の勾配になったら、まあやっぱスポーツモードにしないと結構重たく感じるので、そこで変更することも可能です。で、エコモードは、こう、平坦な道とか、そういったところに適しているっていうのと、割とこう、スタートが軽いけど、じんわりスタートしてくれるから、漕ぎ出しの驚きがないっていうか、怖さはないのかな。電動自転車に慣れてない人とかは、特にエコモードからスタートしてじんわりスタートっていうのが一番いい感じ。で、スポーツモードだと一気にグーンっていくような感じ。そういう風な違いかなと、この1ヶ月使ってみて思いました。電動自転車なのでライトも先ほどのバッテリーから電気をつけることができます。このプラスボタンを長押しすると、このライトのモードがついたと思うので、1200ルーメンも明るいね。それわかる。昼間なのにすごい照らされてる手が。後ろの方も見てください。後ろにテールランプもつくようになってるので、夜走ってても後ろからわかる。わかるよね。暗い中、これすごい安心だなって思います。このモデルはウインカーもついてて、シーケンシャルタイプの。シーケンシャル。車検に引っかからないんですか？これは、そうですね。車検には引っかかるかもしれませんけど、自転車なんで車検はございません。おー、おしゃれ。シーケンシャルだからね。下に反射板もついてるから、これもこれでちゃんと安心感ありますね。反射板が先ほどの後ろのテールランプのとことライトの下にもついてます。反射板。タイヤのところにも反射板ついてるし、足のところにももちろんついてるから、何回も言うけど夜走るのも安心。実際私は夜走るのでめっちゃ安心だよね、これ。網が走るの少し心配だったのもあるので。安全でしょ？すごいそこが安心材料かなって思います。このブレーキなんですけど、これ油圧式ディスクブレーキっていう風になってたロードバイクとかにも使われてるようなやつ。よく見るよね、ロードバイクで。何がいいかっていうと、ブレーキの利きがやっぱりキュッてかかりやすいので、電動自転車って大体重いと思うんですけど、スピードが出た時とかにもこう止まりやすいし。利きがいい。富士宮は坂が多いんですけど、上りだけじゃなくてその下りもやっぱあるから、その時にかなりブレーキの利きがいいので安全。そしてここに2つ両側にあるんですけど、これなんとサスペンションになってまして、ここですね。ここが今はい、縦に動いて動くの。ます。これで振動衝撃を吸収してくれる。この部分をオープンにすればサスペンションが効いて、ロックすると動かなくなるので、あとこちらの方にサスペンションの具合を調整できるやつもあったりするので、ここで緩めたり硬くしたり、そういった調整もできるようになってます。ちょっとガタガタした道、オフロードの道も走れるので、それをアシスト付きで走れるからすごい便利だなともう実感してます。すごく。あと大きな特徴が、このチェーンがカーボンチェーンになってるので、カーボンベルト、こう見てもらったらわかると思いますが、普通これ触るとめっちゃ手汚れるじゃないですか。だけど油を使ってないので、チェーンが外れてこう手を汚すこともないし、ここに引っかかって服が汚れることがない。ロードバイクの時もしょっちゅうこの回るところに引っかかって服が汚れていたので。私一番いいポイントだったぐらいめっちゃいいところこれ。通勤の手段としても使ってたりしたので、やっぱ私服とかで乗る時にかなり不便を感じてたのはあったよね。めっちゃあった。本当に何回も汚しちゃった。ここまでがプロの話です。ここから最新版のウルトラの話をしていきたいと思います。ウルトラから新しいカラーが出たらしくて、これめっちゃ爽やかで可愛いよね。今日のりょうこのコーデにもぴったりな感じです。私が乗ってるんですけど。コーラーブルーっていうらしくて、めちゃくちゃいいですよね。なんか可愛いなって思いました。このグラデーションがめっちゃ可愛いんだよね。だから僕みたいに輝きを持ってる人にとってはすごく似合うし、逆に輝きが足りない人も輝きを取り戻せると。いいんじゃないですか。口で言うのは自由ですからね。そうですね。どう感じるかも自由です、ね。これを発信するのもちょっと自由ですけど、発信しちゃってますね。
のウルトラの大きな違いをお話ししていこうと思います。このパネルは一緒なんですが、こういったカードがつきました。で、さっき俺がボタンを押して5秒ぐらい使ってたと思うんですけど、このカードがついたことによって、こうやってかざすだけで 1.7 秒でつくという、めっちゃ早い。めっちゃ早いよね。だからすごいこれ楽やなって思った。俺いつもこれ使ってないから。この部分でバッテリーの残量もわかるので、充電し時だなっていうのもわかるようになってます。ではこの Bluetooth マークは今アプリが入ってて、こういった感じで走行距離とかもアプリとこの自転車が連動して使えるようになっているという感じです。人の違いわかりますか？ライトの形が違います。もう直接この車体にライトが埋め込まれてるんです。内蔵式フロントライトって言って内蔵式なので、こっちはこう外に取り付けられてる。こっちは車体に、ちょっとロボットみたい。よりなんか近代的というかスタイリッシュになってる結ところがポイン構これトですね。サスペンションは同じ形でついております。と後ろの部分のライトがテールランプのみになって、ウインカーはこちらはついていないようです。で、もちろん反射板ついてて、こちらの自転車も当然ですがベルト駆動になっているので汚れません。油じゃないので。これはまあプロとも一緒ですけど、で実はこれ2万キロから3万キロメンテナンスフリーっていう風になってるので、そんなに万だから琵琶湖が200キロと考えた時に100周はできる。3万キロを1日6キロ走ったとします。それを365日で割ると13年近く。じゃああちらの場合は13年ぐらいこのベルト変えなくて済む可能性があるということですね。そうだね。壊れない限りはメンテナンスしなくていいってことだ。それはめっちゃ楽。いや10年も乗れるからすごいでしょ。すごいよね。しかもさ、私これですごくいいなって思ったのが、金属部分が少ないのがめっちゃいいなって思ってて、錆びにくいところがまたいいよね。いいと思った。こちらのフレームもですけど、アルミフレームになっているので、車体自体はある程度軽い設計になってます。私が抱えてみます。持てなくはない。けど、重いは重い。デザインのところで、こちらのグリップ違いますね。こちらとグリップのデザインも違うので、握り心地も違います。ウルトラの方は革っぽい感じだ。しっかりなんか太いからピタッと密着する感じ。ADO エアー20の大きな特徴なんですけど、走行中も話したよりこれオートマチック仕様になってまして、自動変速がついてます。それが後ろのこの部分ですかね。この中の方で2段変速してくれてるので、マニュアルで手で変えなくても速さに応じて変速してくれるので、自分で調節する必要が全くないところもすごく便利な機能です。ただプロでもめちゃくちゃいいって思ったけど、ウルトラの方がまださらにいいらしいんですよ。私は正直ウルトラに乗って生活をしてるのでわかんないんだよね。これが当たり前ですから。私の方が常に上を行ってるからさ。そうなんです。わかんないんだよね。僕はやっぱり妻にいい方を乗ってほしいっていう思いがあったから、もう迷いなく妻の方にいい自転車を乗せてあげたいっていう思いで。本当だよ、これは本当だそうです。地位の順番じゃないということが分かっていただけましたか？りょうくんの思いやりでこれが成り立っているわけです。感謝。しかもね、俺はそんなに苦労しないから、亜美の方が苦労してると思って。こうやって言ってくれるんですよ。彼は優しい男ですよ。さあ、笑ってるいい男だよね、君は。ありがとう。いつも。じゃあご説明させていただきます。こちらは世界初の3段階オートマチック変速って言って、こっち3段階なんですよ。1速目が0から13キロ、2速目が13から19キロ、3速が19キロ以上っていう風に変わるらしくて、途中で重いって感じることなく、こっちの方はよりスムーズに走れる。とトルクが、このウルトラの方は2026年からさらに新しくなったので、従来のモデルよりもトルクって、車体を押す力、加速力のことをトルクって思ってもらえばいいんですけど、それが40ニュートンメートルから50ニュートンメートルっていうのに変わったらしく、そこが大きく変わったポイントだそうです。だから街にさ、これあって知らなかったら、そんなすごい自転車なのって思うよね。わかんないもんね。全然思うと思う。だからそれぐらいこうシンプルにかつおしゃれに作られてるんだなって思います。いや、俺めっちゃかっこいいと思うよ。男性だけじゃなくてかっこいい女性とかが乗ってて、東京とかこれ走ったら結構かっけえってなりそう。重さで言うとこっちが22キロだそうです。でプロが21キロ、1キロ差あるんですけど、軽くはないけどね、もちろん筋トレ持ってると多分軽く見えちゃいますよね、やっぱり。筋トレしてても重いですよ、これは。そこはどこに効いてるんですか？上腕。この持ち方だと上腕二頭筋にいいじゃないですか。いけますからね。モップアップして。あと前腕がきついです。
最近りょうくんのマッチョ化が皆さんにも伝わってるみたいで何よりですね。これ昔に戻ってると言ってください。だそうです。昔に戻ったと言ってあげてくださいませ。日本一周前に戻ってきた。畳んでみます。ここをレバーがありまして、上げて倒す。そしたら、ここがパカパカするので、このまま、グニンと。おー。で、次、ここ。おーって、初めての絵に言うんじゃね。ガッてして、そうしましたら、おー。よいしょ。この部分が磁石になっているので接続されて、こういう形で折りたたむことができます。できなくはないです、女性でも。こういうのって男性がこうやってくれるからりょうくんがやってくれるんですけど、私でもできるぐらいの簡単さではある。だからこのまま車に乗せることはできます。スイちゃんなら全然余裕だね。うん。折りたためるところが足のところにもあって、ここを引っ張って倒すと、こういう風に収納することもできます。これが一番コンパクトな状態か。複雑じゃないのはいいかも。しょっちゅう折りたたみする人も正直俺は少ないと思ってるけど、積まれるの怖いとかだったら、もう折りたたんで家の中でも、賃貸とかでも、持って帰ることはできるってことだね。特に都会の人とかね、目にさらしたくない人とかは、うんそういったところも安心できるかなと思います。ハンドルの方も高くしたり低くしたりできるし、こちらのもちろんサドルも変えられます。その他のことで言えば、今回これも服してもらったんですけど、こうやって携帯を埋めるようにして、今日もやってたみたいにナビつけたりすることもできますし、オプションでこうカゴをつけたりできるように今はなってるみたいなので、そういったの気になる人はチェックしてみるといいと思います。Got that feeling in your arms and knees, the kind of feeling where you simply freeze. Don't you worry, let me throw you up, 'cause I think I know where you always stuck. あったあった。あれか。本当はあそこに富士山なんだけどな。めっちゃいい場所だよな、ここ。茶畑と富士山。もう夏らしいめっちゃ入道雲。じゃあ左へ曲がります。あったー。でももうあれだね、いっぱいは咲いてないね。ひまわりのように咲いて、天を仰いで笑って。もう多分この坂でもバテるぐらいだから、普通の自転車だ。積んであるんだね。わー、ここ今からじゃん。めっちゃ咲くよここ。すごい。でもみんなあっち向いてる。今から咲いたらめっちゃ綺麗だね、こりゃ。こっちまでだよ、ずらーっと全部。こっちまで全部。富士の国美しく品格のある、何これ、湯とか村、国だって。りょうくんの撮影風景を私が撮ってて皆さんにお見せしよう。こんな感じでやってるんです。見えてるか、こうやってしたら見えるか。こんな感じ。 My love will last, it'll stand the test of time. Yeah, I'll make you, there's a guarantee. I don't care about your history. Come and open up your heart to me. 全然違いますな。なんかサドルもすごい低いっていうのもあるけどなんかグリップの感じから違う。あと乗り出しが違う。太いんだな、こっち。で、やっぱこっち、すごい3段階、スムーズ。スイスイスイやろ。スイスイスイ、全然なんか硬くなる感じがない。やっぱウルトラの方がすごいんだな。こっちが劣ってるというわけではないけど、感覚がやっぱりそれなりに違う。グリップがすごく細くて持ちやすいっていうのはあるかも。なんかちょっとクッション効いてるからギュッと握る感じがある。右左右、1、2、3。違うね。こっちがやっぱちょっとよいしょって感じはあるかも。いくらこのモードをつけてたとしても。皆さんにお話をしていくとですね、今回この電動自転車ですね、私が、移住の動画の
お話の中で自転車つらいんだ、坂が多くてっていう話をして、宇都宮ってほんと坂が多い街で通勤手段も自転車ってこともあるんですけど、かなりきついんです、ロードバイクでの通勤は。それが楽しさでもあるけど、私としてはやっぱ坂道を帰りに登るっていうのがどうしてもしんどくなってきてて、そんな時にこんなにありがたいお話をいただけてもう大歓喜でした。正直ずっと電動自転車欲しいって言ってはいたから本当に嬉しいです。ありがとうございます。丸です。123。ちょっとこれからかき氷を食べに行こうと思うんですが、さらに6キロ行ったところです。たださっき入道雲が見えていたので雨が降りそうな気がするんですが、まあできればそれまでに行きたいな、帰りたいなってとこですね。ウインカーだ、右。後ろ誰もいない。ブレーキの利きもいいので安心安全。でもあんまりスピードは出しすぎないようにしています。うわー、すごーい、森だ。涼しい。結構ずっと坂だ。実際速さもこれが記録してくれてるから、だいたいどんぐらいで走れるか把握できていいですね。おお、めちゃんこくねくね。おお、降りてきた。こういう衝撃も緩和してくれるから腕が疲れないな。ウインカー出す。右。止まれだ、止まれ。うわ、やっぱ走り出しが違う。すごいめっちゃ反応してるけど、こっちもそう悪いわけじゃないんだよ。でもあっちはなんかそうイーンっていく感じ。ウルトラの方がさらに押されてる感がすごいわ。トルクが向上してるってそういうことなんだ。僕たちこの自転車に乗り始めてからもう1ヶ月近く経つので、それぞれの自転車になれるとまたなんか新しい感覚を味わえる。あと4キロで着きます。ちゃんと専用があるとは思うが、とりあえず次橋渡ります。左側に見える道の駅藤川楽山、知らない間に普通に藤島で降りてきてたり、ちゃんと下まで降りてる。信号右です。ライトをつけてください。ライトをつけてもこんな風にテールランプがつきます。ここから左。おお、うん。早い。網が俺の前を行くことなんて普通ないのに。それぐらい余裕で漕げるってことだ。ではこの坂を越えた先にあるので、もう間もなく着きます。到着しました。なんかいい雰囲気だね。この左手にあります。これが駐車場か。駐輪場はさすがにないのか。ちょっと空いてるスペースに止めさせていただこうか。着きましたのは無常堂というお店です。ここ場所的には富士市だね、南松野っていう地区にあるところで、映画ファーストキスの舞台になったところだそうです。2025年に公開された映画で、ここがロケ地として使用されたようです。ここでかき氷を食べて帰ります。今日は暑いから最高ですね。すごいね、風情がね。お庭もこだわってる。すげえ。窯があるよ、あそこね。なんかほんといい感じの雰囲気で、そのロケ地に使用されたってことで、今もなおそこの席だけが予約制みたいになってて、なってるらしいよ。いい場所だね。丁寧にご説明いただいたので私から失礼いたします。ソーセージがございまして、こちらもノンアルコールビールセットもあります。食事もあるということですね。で、今
私たちが食べに来たのはこっちのかき氷。これが映画に登場したファーストキスで登場したいちごミルクと、こちらの黒蜜宇治抹茶金時。これが大きいサイズだけなってて、季節限定の梅かき氷とキウイのかき氷が今登場しております。そして例年は提供ないんだけど、どうしてもかき氷でお腹が冷えちゃうということで、ホットのお飲み物をご準備しております。コーヒー、あとはカフェオレっていうのもご準備しております。これすごい親切だね。私たち結構お腹冷えがちだから。そうですね。1個食えるかっていうところですけど。私がもともと目当てで来てたのはこちらの黒蜜の宇治抹茶金時に白玉追加とか持ってたけど、はい、なんと私の大好きな梅とキウイなんてものまでございました。こりゃたまったもんじゃございません。どっちも好きなやつだもんね。全部好き。迷いますね。もし知ってる方いたらここだって思ってるかもだね。うちら知らなかったけど、ファーストキスまだ見てないんでわかんないんですけど、見てみたいって思ったかも。ちなみにお席は後ろの席が舞台となった席みたいです。ここから窓からこう見えるんだろうね。で一応なんか予約制だけど、その日の空きがあれば案内もしてもらえるらしい。先にキウイのかき氷が来ました。小サイズなので結構これぐらい。じゃなくて俺のいける。いただきます。結構ジュレのようなキウイソース。キウイとレモンって書いてたんで、レモンも入ってんのが美味しい。藤川地区のキウイとレモンの酸味も加わってるそう。さっぱり。以上でお揃いですか？はい。はい。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。来ました。いただきます。いただきます。いただきますって俺いただいてます。やっぱ大きいですね。これ普通に俺好きだった。とろける宇治抹茶のしっかりとした抹茶感のあるかき氷。美味しい。こっちもちょっとつつきながら食べな。あんこと一緒に。あんこが粒あんだよ。大福に入ってるあんこのよう。救出せねば。しかもここインスタグラムとか見てたら、この窓の先に富士山が見える感じだったみたいで、今全く見えなくて全然気づきもしなかったけど、向こうに富士山が見える。冬も冬でかき氷も食べられるから、冬来てもいいかも。富士山見に。かもね。薪ストーブもあるから、暖かいところで食べれるんだね。美味しい。美味しい。甘すぎないし、全然ふわふわだからキーンってこないし。抹茶を強く感じるっていうよりかは、この粒あんのインパクトが強くて、粒あんが主役みたいな。美味しいね。美味しい。こっちも食べてみてよ。どっちも美味しい。俺そんなかき氷に正直言って期待はしてないもんね。興味がないんでそんなかき氷食べたいって思わないけど美味しい。また全然違っていいわ。思ってた味じゃない。こっちが結構やっぱ練乳的な甘さもあるから、より酸味が引き立ってるんだけど、このキウイのめっちゃつぶつぶした感じと、本当にジュレ少ないって思うかもだけど、このジュレが氷と一緒にこう溶けて口の中に広がっていく感じです。ジュレちょっとでもしっかり、いいよね。ギリギリ下まで持たせそう。白玉1個もらっていい？もちろんです。思ったより気に入ってくれてるからよかった。また今日暑かったしね。やっぱいいですね。美味しいかき氷って美味しいんだね。なんか暑いけど、やっぱ暑いからこそ外の楽しみってのもあるんですよ。出るとね。でも暑い。でも正直かき氷屋さんって本当いろいろあるからわかんないけど、宇都宮にもいくつもあるね。そうそう。で結構いろいろチェックしてるんですよ。私も定期的に見ては。今回なんでかわかんないけど、たまたま岩本山行く途中にどっかないかなーって見てて出てきて、まさか映画のロケ地とも知らず今年の7、8、9月の予約は全て埋まりましたってインスタに上がってたぐらい、映画でできた席が、一応テラス席もあるから、まあその店内だけじゃなくても食べられるけど、せっかく来たならやっぱこの中で食べたいかもね。そうだね。
食べ終わったんでこのまま富士宮に帰りたいと思います。この道途中めちゃくちゃ急な坂があるので頑張りましょう。ここからが激坂になるのでスポーツモードでずっと行きたいと思います。この道ちょっと狭くて急だから怖いんですよね。普段はチャリでは通りません。車で通ってる道です。さあ映像でわかるのかな、この急な坂。マジでありえない、このスピードで坂を登るなんて。ライトをつけるにしてもタイヤとの摩擦でライトがつくわけじゃないので、タイヤが重くならないし、そこもすごく魅力的なとこですね。まあ疲れるは疲れるけど全く止まらずに行けるところがすごい。大丈夫？全然だけどさ、疲れるは疲れるけどな。さすがにこうずっとやと重いのをずっと漕いでる感じではあるけど、坂登りきりました。本当に時速20キロ近くでずーっと登り続けた。すごいね、坂を2人でこう登るなんて。俺もなんかちょっと安心感がある。網がどっか行ってないかなっていう。あー気持ちいい。雨降る前に帰ってこれてよかった。ここから見る富士山も本当は綺麗なんですよ。無事にスタート地点の浅間大社に帰ってまいりました。疲労感はありますが、いつもほどではないですね。なんというかすがすがしい。で2人で仲良くサイクリングもできるようになりました。そうですね。できる限り年に1回ぐらいでやりたいと思います。年に1回だけ。無事ゴールです。ここで足冷やして帰ろうかな。これにて1日富士サイクリングツアー終了となります。今回は電動チャリで回ってきましたが、楽しいサイクリングになったと思います。電動アシストの力をすごくよく分かった機会になったので、楽しかったし良かったです。この1ヶ月間通勤とかで使い続けてきましたけど、このおかげで帰りも楽に帰ってくれるようになったんですよね。もうこれからの夏、さすがにこの先にある坂は冬でさえも途中で3回ぐらい休憩するぐらいきつかったんですけど、今は休憩せずにも家までシューって帰られるから、それに関しては本当に助かってる。なんで遠出する時もすごい楽に行けるし、2人仲良くサイクリングできることが何より素晴らしいことだと感じました。もうめっちゃ仲良くとか言ってるけど、別に喧嘩はいつもしてるわけじゃないので、そこだけ誤解しないでください。そういう言い方をしてる。我慢してるだけなのでうまくやれております。今回ご紹介したエディオエア20プロとウルトラ、それぞれの良さがすごくありますので、僕が普段乗ってて困ることは全くないですし、逆にウルトラ乗っていい点も今回たくさん分かったので、電動自転車自体そんなに安い価格ではないと思いますけど、坂の多い街とか気軽に走りに行きたいよっていう方はすごくいい自転車だなと本当に思っているので、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。はい。ちゃんと使ったからこそ分かるレビューだったので、この点も信頼していただければと思います。ということで今回の動画はここまでです。はい。私たちの動画が気に入っていただけた方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。仕事帰りの最近の日課、俺の。よくこれに好かれるよな、子供たちは。無理だ。でも気持ちいい。冷たい。マジで冷たくて気持ちいい。あ、厳しい。湧水で体冷やせるとか最高。